そんな車をご紹介できるのもそうだし、プレゼンスが見つけてきてしまったというのもそうだし、全てが恐れ多い。レーセンズ&ボーイズ TV の時間でございます。今回もプロデューサーの梅野太郎君とお届けします。よろしくお願いします。見てこの車、ピカピカぬらぬらのすごい車。こちら何ですか太郎君？ユーノスロードスター、NA 型ですね。ロードスターの歴史の第一歩目ですねこれね。走行距離聞いてびっくりしちゃった。たったの2300キロだって。待って、年式は1996年96年から2025年でしょ。29年前で2300キロ、年間60キロも走ってないじゃん。すごいね。そんなのよくありましたね。渋谷から川崎行って渋谷戻ったらもう40キロだからね。あなたは自分の家のこと言わないでよ。そうそれを1年間でやってると、ちょっと信じられません。エセンスはこんな車も仕入れてまいります。乗った感じどんななんだろうね。正直乗るのが怖いというか、乗っていいのかしらっていうか、新品かよっていう、ちょっとだけ乗りましょう。そうですね。ということで早速太郎くんの乗ってきます。はい、太郎くん乗り込みましたよ。美術館から持ってきたような車ですよこれ。ドア開けた瞬間ですよ。パネルの感じ、シートの感じ、カーペットの感じ、ピーンとしてて、あと匂いも新車みたいなね。いや汚れ一つないどころか、もう納車したてと言われても信じちゃうぐらいですよ。 V スペシャルっていうグレードみたいですね。そうなんです。ここのナルディのウッドのハンドルでしょ。まずこれが違うよね。確かに純正のオプションというか V スペについてる装備でしょ。あとこのレザーのシフトのこれまたいいよね。オートマ車ならではの装備だよね。内装と相まった。そうだね。サイドブレーキもウッドでございますよ。木目がすごく綺麗。ツヤもすごいね。ツルツルでございますよ。触っていてすごく気持ちいい。触っていいか。はい。本当だ。めちゃくちゃ気持ちいいです。こういうね V スペシャルの他にもレタン塗装がしっとりとしてあってね。だからデザインは基本的なロードスター NA 型と一緒だけれども、ディテールがね、革もそう仕上げもそう、高級感を持って作られてるよね。とにかくしつらいが上品。イギリス車のような雰囲気もあるよね。本当にある。この黒にベージュの内装もいいですね。マッチングが素敵だね。とにかくベタつきとかも一切ございません。当たり前だけどね。もう博物館、美術館、そのまま収蔵するような、そんなコンディションの車だね。素晴らしい。96年でしょ。だって96年で30年間で2300キロよ。年間60キロだよね。年間1日60キロでパッて行ってパッて戻ったらもう60キロ。もうすぐ60キロになるよ。月5キロ。月5キロ。きっとこの車を新車で買った人はロードスターという車をミュージアムピースとして維持していくというふうに心に決めて大切に乗ってこられたんだろうね。これを乗られる方も乗るのか置くのか分かりませんけども、この車のプライスタグが今500万円弱が掲げられているわけじゃないですか。つまりこれはそのような覚悟を持って購入してほしいし、この覚悟でも私なら絶対買いたいという方が手を挙げて、そういった方のためだけにあるような車なんじゃないかなと思いますよ。もう今おっしゃる通りためだけにあるととんでもないですよ。で改めてこうやって乗るとクラシックカーの領域に入ってきてますね。いつの間にやら NA 型のロードスターっていうのは、美しい立派なクラシックカーになったんだね。いや本当にもうクラシックカーになってきたし、ライトワイトオープンカーの先駆けでしょこれ。ニザの小さくて軽いオープンカーをマツダが出したことで、その他のメーカーもいろんなモデルを持って追従して、しかもその車たちが世の中に受け入れられたわけじゃないですか。そうなんです。日本人としてもすごく誇らしいよね。歴史を作ったこの1代目、本当素晴らしいね。ねえ、ボーイズ&ウィールズ TV を見てくださってる方って半分近く海外からご覧になってる方もいらっしゃるし、マツダロードスターの回ってすごく海外から「わあロードスターだ!」っていう風に盛り上がってコメントいただけるわけじゃないですか。そんな車を日本人としてご紹介できるのもそうだし、プレゼンスが見つけてきてしまったというのもそうだし、全てが恐れ多いことになったなというふうに思うね。個体としてもとんでもない。乗ってるだけでも感動だよね。
そしてさ、運転して楽しいっていうところもさ、はい、めちゃくちゃあるわけじゃん。オープンカー部分を引っ張ってきただけあってねえ、うんだから今や ND まで進んできたロードスターもそうなんだけど、一貫して切ってうん曲がって走って止まってっていうのが自分の指の先まで神経が取った感覚っていうのかな、うんこの楽しさがロードスターならではだし、根っこの部分が NA ロードスターなわけでしょ。いやー、いい車だし楽しいし誇らしいし、ものすごくポジティブな気持ちが湧き上がってる運転しながら。一つだけ忘れてます。こはいれオープンカーですから。そうなの。今はね、撮影の都合上屋根を閉めて走ってるけれど、このホロの屋根を開けて、はい、こんなピンピンのロードスターで山とかさ、海とかさ、ねいろんなところに行くことを想像すると長いですよ。恐れ多い。そして、素晴らしい。素晴らしいです。これは助手席に乗った感覚いかがですか？僕も楽しいですよ。これ開けて座って匂いがプーンってするわけ、川の。新車ですよこれ、ほとんど。だよね。何のやれもないから、こんなのあったんだね、まだ世の中に。ね、だから僕の願いとしても、レセンさんの願いとしても、この車を大切に受け継いでいかれるような方にぜひ出会っていただきたいよね。それは間違いない。ヘッドライトつけてみてもいいですか？憧れてたんだよ。いいね。中から見れるリトラクタブルヘッドライトもいいし、こんなに上がると思わなかった。結構外から見てかっこいいなと思ったけど、中から見ても感動しちゃうねこれ。特別なね景色ではあるよね。めちゃくちゃいい。閉じます。はい。リトラがついたロードスターはこれだけでしょ。4台あるけども、唯一です。歴史を受け継ぐってこういうことなんだね。本当に恐れ多い歴史の始まりのピンピンに残ったものにそれを込めましていただいて、ボーイズ&ウィールズ妙義に尽きるよね。はい、尽きます。やっててよかった。やっててよかったね。日本人でよかった。本当に。いや、もうさ、感無量。鳥肌立ってるもん。もうまだね、すごい車を見ちゃったよ。個体としてはこれ以上ないんじゃないかっていうぐらい。ないですね。はい、早く倉庫に戻しましょう。というわけで今回は本当に素晴らしい NA ロードスターのピンピンのまさに新車のような車でございました。タル君最高でしたね。最高でした。もう本当ロードスターさんありがとうございます。ということで今回もレセンさんのボイス TV でございました。また見てね。すごいよこれは。一見のガチャリ。